屋台でうまいものを食べまくり、年に一度の祭り、新中名物のビーフ、釣り堀でエビを釣ってすぐ食べる。綺麗な海岸に癒される。魚市場で魚介を買いまくり。地球の国全部行く。台北と台中の間にある都市、新中をご存知ですか？観光客はほとんどいませんが、世界トップクラスの半導体メーカー TSMC をはじめ、半導体メーカーの工場が多数ある工業都市で、台湾のシリコンバレーと呼ばれています。私は20年前、出張でよく新中に行っていました。癒される素朴な街、新中の魅力を紹介します。タオエン空港からバス、電車を乗り継いで新中駅に到着。台北発ならバスで1時間、新幹線ならわずか30分で新中に着きます。20年ぶりの新中、懐かしいです。新中の駅に着きました。さあ、では駅を出ます。ここだ。こっから出れんだね。これどうすんだろう。入れてみるか。これではい、出れました。どれぐらいだ？ 20 年ぶりぐらいの台湾。久しぶりの台湾です。台湾っぽい感じの、この看板がね、派手な感じがします。新中駅は日本統治時代の1913年に建てられたバロックとゴシック様式が混在した台湾最古の駅舎です。1914年に建てられた東京駅とは姉妹駅となっています。さあ、新中の駅です。ちょっとこの昔風の建物が綺麗ですね。新中市美術館や新中市政府も日本統治時代の官庁建築です。厳かな雰囲気がいいですね。駅近くに地元民で賑わっている小籠包の店を発見。食べてみると小さな肉まんみたいでふかふかの分厚い皮が特徴的。甘みがあってうまかったですが、皮の量が多いので5個食べてお腹いっぱいです。原チャリがたくさん無料で止めれるっぽい感じです。太陽が出てないとはいえ蒸し暑い。すごいね。もう一台の隙間もなく原チャリがあります。こちらは新中の中心にあるかつての城の東門です。ロータリーの中心部にあるのでトンネルをくぐって東門に向かいます。1829年に建てられた東門。清朝時代の橋脚を見ることができます。東門市場にやってきました。怪しいドラえもんが描かれたシャッターが面白いですね。土曜の朝ということでまだ閉まっている店が多かったです。牛系だね。そしてまだ朝なんでそんなに店が開いてない。新中中央市場にやってきました。活気があっていいですね。新鮮な具材、おかず、様々な食材が売られていました。見ていて飽きないですね。これでビール、野菜、桃とか、なんかすごい。枝豆とか。うまそう。潰してある。ちまきだらけ。すごいね。チキンをそのまま丸ごと。ちまきいいですね。すげえ。谢谢你。でっかい。いろいろドラゴンフルーツ、ドリアンです。新中随一の観光スポット、チョンホアンミャオにやってきました。1748年創建、台湾最大規模です。ちょうどこの日は祭りの日で、音楽や爆竹などでかなり盛り上がっていました。廟の内部には屋台や食堂がたくさんあります。
どれも美味しそうですが、特に人気のこちらの店でローザオファンをいただきました。ご飯の上にパクチー、高菜、そしてトロトロに煮込んだ豚肉のそぼろを乗せて、最後に黒胡椒をかけます。さらに煮卵も追加。白菜たっぷりのスープもボリューム満点。油たっぷりのローゾーファンは濃厚で濃いめの味でご飯によく合う。白菜スープは白菜がたっぷりで具沢山。最後まで熱いスープで最高でした。こちらは牡蠣のオムレツオアチェンです。たっぷりの牡蠣に粉物の生地、溶き卵、レタスを加えます。見るからに美味しそうですよね。今日だけ平日祭りうわ、これ絶対うまいな。ほら、有名な仙台映画わかる？映画、はい。ムービー、シネマ。わあ、すごいな、これ。これはすごいな。というわけで、これはタダでいただいた、この、タピオカなのかな、このもちっと。いいね。で、この中に牡蠣がいっぱい。甘辛いタレをたっぷりかけていただきます。ふわふわの牡蠣が最高。日本のおたふくソースをかけて食べてみたいですね。いただきます。同郷のお寺にやってきました。年配の方たちがお弁当のようなものをもらっています。せっかくなので私も並んでみました。残念ながらお弁当がなくなってしまい、代わりにお菓子の詰め合わせをいただきました。結構すごいです。どれぐらいもらえるんだろう。柱には参拝客から奉納された祝福の塔がびっしりと並んでいます。それぞれの明かりに奉納者の名前が刻まれていて、家族にもご利益が及ぶと信じられています。数千もの明かりが圧巻です。今回20年ぶりの新中訪問ということで、当時一緒に新中で働いていた友人に会うことができました。友人のルーさんの車に乗って新中周辺をドライブ。まずは20年ぶりに釣り堀にやってきました。台湾の釣り堀では魚ではなくエビを釣ります。釣り堀にはエビしかいません。観光客には馴染みがないですが、エビ釣り堀は地元の方たちに大人気です。日本の釣り堀では釣った後放流しますが、台湾ではエビを釣った後、その場で食べることができます。エビを釣るだけでなく、食べることができるので、人気があるんですね。1時間350元で、釣り竿のレンタルと餌代が含まれています。餌は小エビなので、エビでエビを釣るというのが面白いですね。竿に当たりが来ているかどうかは分かりやすくて、水中奥深くまで沈むので、数秒待ってから竿を上げると、比較的簡単にエビを釣ることができます。エビは針を深くまで飲み込んでいるので、針を取り外すのが大変でした。エビを釣った時の感触が快感で、かなり楽しいです。1時間で5匹釣れました。はい、5匹釣れました。味付け料理は有料なのですが、塩のみの調理は無料です。塩をたっぷりまぶして蒸し上げます。タイから輸入した大きなテナガエビで、食べます。おー。いいね。新鮮なエビのプリプリした食感と濃厚な味わいは絶品。もっと食べたかった。その他、料理や飲み物もオーダーできるので、釣った後は居酒屋のように楽しむことができます。日本にも台湾式のエビ釣り堀作ってほしいな。新中の中心から北西に 8km、車で20分ほどで南寮漁港に到着です。新中といえば風が強いことで有名。そのため風で乾かすのに適したビーフン作りが盛んです。南寮漁港も風が強くてタコ揚げを楽しんでいました。いろいろな種類のタコが売られていて、日本とは違ったタコもありますね。ここでタコ揚げ国際大会も行われているそうです。海のそばの原っぱ、タコ揚げの様子を見ながら歩くと気持ちいいですね。海まで歩いてきました。
水は綺麗で人も少なくてまったりといい感じですね。海の近くには屋台の店がたくさんあってどれも美味しそうです。こんなのが、ごめんなさい。はい。来ますか？いい。これは鹿の丸焼きと。あ、これ。べっこう飴。おお。これなんだっけ？あ、ヤシの実。巨大なスイカのジュースをいただきました。すぐ隣には新鮮な魚介の市場がありました。様々な種類の魚、巨大なイカ、貝、カニ、カラスミも売っていました。ここで魚介を買って2階の店で調理してもらって食べることもできます。いいですね。こちらは新中から南に 17km のところにある中南ビール工場です。残念ながらビール工場は休みで製造の見学をすることはできませんでした。工場手前の公園を散歩してまったり、無料の博物館を見学してビール製造のお勉強をしました。最後に土産物売り場を見て終了。次回はビール工場内部を見学したいですね。最後にとっておきの店で夕食。台湾ではエビ料理専門店が人気です。このようにタイから輸入した手長エビの巨大な生けすがあり、新鮮なエビ料理を堪能することができます。特にこの胡椒エビが絶品。カナエと言われる鉄の特製鍋の中にエビを入れ、大量の胡椒、唐辛子、ニンニク、その他香辛料で味付けされたエビは胡椒まみれ。釜の内部にはびっしりと胡椒がへばりついています。この胡椒エビが絶品。胡椒たっぷりでかなり辛めの味ですが、胡椒が染み込んだ濃厚な味付けのエビは何個でも食べられます。ご飯はおかわり無料なので、エビを浮かずにご飯をガンガン食べます。そしてビールにもよく合う。もう一つはレモンエビ。たっぷりのレモンで味付けされたエビはさっぱりしています。レモンの味が染み込んだエビは濃厚で激うま。こちらも何個でも食べられます。日本にも支店を作ってほしいですね。さてこの日の宿はこちら。新中駅から徒歩10分ほどの住宅街にあるゲストハウスです。場所はかなりわかりにくいですね。2段ベッドが2つある4人部屋で1泊600元、約2600円。トイレ、シャワー共同で清潔度はまあまあでした。次の日の朝、新中名物をまだ食べてなかったので、もう一度、チョンホアンミョウにやってきました。新中名物のビーフンと魚のつみれとイカが入ったガガキというスープです。新中名物のビーフンは肉そぼろをかけただけのシンプルな味付けであっさりしてうまい。あんのドロッとしたスープのガガキンはつみれもイカも美味しくて最高でした。いやー、20年ぶりの新中。派手さはないですが癒される素朴な街で最高ですね。次回、新中駅からネイワン線に乗り、チュートンとネイワンに下車して屋台で食べまくり、観光客にはあまり知られていないディープな台湾ローカル旅、お楽しみに。